今回は面白旅総集編だから、ぜひそのストーリーを楽しんでってや自丸したって120キロ自転車旅した夏。初めてのすれたてで作法とかわかりませんが、反応があったら書いていきたいと思います。気候ではないか。旅してる間に健康になって気持ちも上向きになったので、もう120キロ自転車漕いで家に帰りました。結論から言うと、6さんの言う通りです。少しずつ書いていきますね。高校卒業して、僕はとある機械をメンテナンスする会社に就職しました。社会人というものに強く憧れていたため、働くことに期待を膨らませていましたが、現実はそう甘くありませんでした。その会社は新卒採用が初めて、今までは業界で経験のある方を採用、だったそうで、新人の教育というものが全くなく、何も教えてもらえず、しまいにはミスを全部僕のせいにされるようになりました。最悪じゃねえか。地元を離れて一人暮らしだったということもあり、精神はみるみるうちにすり減って、3ヶ月ほどで、何もかも嫌になり、起き上がれなくなってしまい、無断で会社を休みました。スマホには上司からの鬼電が鳴り響き、数日後には家の戸も叩かれたりしました。さらに数日後には実家にも連絡が行ったようで、親から電話が来て全部を話した上で、なんとか退職を手伝ってくれました。真夏だと暑くてやばそう。退職はできたものの、一人暮らしで契約していた部屋が半年ほど住まないと契約解除できないとのことで、一人暮らしは続きました。あの職場に行かなくて良くなったので少しは気持ちが楽になりましたが、部屋と職場が近いこともあって、ストレスのかかる無気力な辛い生活は続き、毎日多避にたいと思っていました。とある平日の昼間に床で寝っ転がりながら好きなアニメの曲を流していました。アニメに出てくる海が綺麗で、僕もその海を見てみたいと思った時に、なら見に行けばいいんじゃないかという考えが頭によぎりました。いざ、行動に移そうとしたのですが、その時の所持金は500円しかなく、持っていけそうな食材もありませんでした。なので行くのも断念か。と思ったのですが、そのアニメの聖地が静岡にあり、その場所も富士山もあまり遠くないので、海を見たら多避ねば問題ない。と妙な自信とやる気に満ち溢れたのをよく覚えています。ポジティブに自殺考えるとかすげえな。今まで毎日死にたい。ってつぶやいてたけど、筋トレ始めてからは性格がポジティブになって、よし、死ぬか。ってなった。なんかデジャブーを感じると思ったらこのコピペだった。500円じゃ、そのまま家にいても飢えるな。僕はなけなしの500円を握りしめて100均に行って、食パンとマヨネーズと水を買って、リュックに最低限の荷物と縄、そして僕が3歳の頃からずっと一緒に寝ていたテディベアを詰め込んで、早速出発しました。自転車120キロなら日帰り可能だな。自転車はちょっとボロいママチャリだったので結構きつかったです。俺はママチャリ400キロ走ったな、5日で。120でも相当きつかったので、500となると地獄ですね。夕方過ぎに自転車を漕ぎ始めて、謎のワクワク感に酔いしれて、周りの目など気にせず、好きなアニメの歌をひたすら歌いながら進んでいきました。埼玉県のとある場所からスタートして、日付が変わる頃に箱根峠近くまで進むことができました。辺りはだいぶ暗く、疲れも溜まっていたため、近くにあったベンチの上でテディベアを抱きしめて寝ることにしました。今思うと、旗から見るとただのヤバいやつですが、そういう時の思考って理解しがたいですね。埼玉県からスタートって書いてましたが、神奈川県でした。埼玉は今住んでる場所です。朝5時過ぎに辺りの明るさに目が覚めて、食パンにマヨネーズかけて朝食を済ませた後、また静岡県まで進むことにしました。進み始めてすぐに箱根の温泉街を通り、初めての光景に風情を感じていると、待ち受けていたのは薄暗く気味の悪い箱根峠でした。峠の坂はカーブが多く距離も長く、何より斜面が急で、ボロいママチャリで登れなかったので、結局手で押しながら進むことになってしまいました。これがめちゃくちゃしんどくて、峠のてっぺんに着く頃には12時頃になっていました。その時の写真です。心霊写真みたいな画質。箱根の峠かよ。夜中に事故ったらマジで運転手かわいそうだわ。これから死ぬのに記録残すのか。数年前の話です。箱根峠の下りは、上りと打って変わってすっごく楽で、風を切りながら進むのがすごい気持ちよかったです。箱根峠を完全に越えて少し進むと大きな鳥居が見えたので写真を撮っていると、おばあちゃんがどこから来たのと声をかけてきました。関東の方からというと驚いていましたが、行きたいところを伝えると、この道路進むともうすぐ着くよと教えてくれました。それを信じてワクワクしながらペダル漕いでたんですけど、あのおばあちゃん嘘つきで全然つかなかった。すごいところに鳥居立ってるな。こんなとこあんの初めて見た。結局、鬱に効くのは太陽と運動と飯と睡眠なのよ。食って動いて寝たらみんな元気になる。松岡修造は正しい。な、続き待ってる、はよ。
続き遅れてすみません。おばあちゃんに言われた道を進み続けて、16時頃にやっと目的の駅にたどり着くことができました。ついてまず最初にスマホを充電するために、マクドナルドに入って100円のコーヒーを買いました。コーヒーを飲むふりして、空のコップを口につけたりして、充電が終わるまで居座っていましたが、途中から店員さんに変な目で見られて内心ヒヤヒヤでした。充電が終わり、いざ目的の海へ向かうも、日は暮れており、綺麗な海を満足に見ることができず、その日は屋根のあるベンチでテディベアを抱いて寝ました。そのテディベア、大事にせえや。思い出がいっぱい詰まってるので、一生大切にしようと思っています。次で3日目に突入か、そろそろ風呂に入ってほしい。屋根に雨が当たる音がして目が覚めると、辺りはすっかり明るくなっており、時刻も6時を過ぎていました。なんとなくカバンの中を整理しようと思い、少ない荷物を見ていると大事なものがありませんでした。縄がなくなっていました。移動中にカバンを開けたりしていなかったし、寝ている時は取られないようにそばに置いていたから盗まれたりもしないはずだし、そもそも縄だけ取っていくわけもない。でも確かに家を出る前に入れたのを確認したし、どうたひねば、と途方に暮れていました。途方に暮れながら屋根から出ると、その時には少し天気が晴れていて、着替えもシャツが2枚ほどしかなかったので、濡れなくてよかったと思いながら空を見上げてみると、そこには2本の虹がかかっていました。2本の虹を、人生で初めて見て立ち尽くしたまま、その虹が消えるまでずっと眺めていました。その後、この旅の目的である海を見るために、ペダルを漕ぎながらいろんなことを考えました。縄がなぜかなくなって、その直後に虹を見て、もしかしたら何かがまだ生きていてほしいと思ってくれているのかと、心の弱った僕は自分の都合のいい幻想を抱いていました。でもあの虹は一生忘れられません。こんなドラマみたいな展開が本当にあるんだ。縄消えてよかったな。ちなみに当時のスマホは壊れていたので、カメラの画質がすごく悪いです。綺麗な画質で虹を収めたかったな。普通に感動してる。これ映画化できるだろ。心がいろんな意味で脆くなった時、ついに目的地の海にたどり着きました。海は今まで見た海よりも大きく感じて、何よりも青くて綺麗で、生まれ育った都会の海とは大違いでした。さっきの虹といいこの海といい、この世にはこんなにも綺麗なものがあるんだと実感しました。その時に生きていたいという気持ちが波のように押し寄せてきて涙が溢れて止まらなくなりました。旗から見るとテディベアの頭がはみ出したリュックを背負って号泣している男なので変な目で見られました。涙も収まり、帰らないといけないと思ったのですが、ここで問題が発生しました。お金がない。美しい。とりあえず、気力も湧いてきていたので、アニメの聖地巡礼をしながら解決策を考えたのですが、なかなか思い浮かびませんでした。家族に頼ろうと思ったのですが、理由が理由なので頼れませんでした。現地の人を頼ろうかと思ったのですが、コミュ障なので無理です。いろいろ Google で調べてみると、帰りたくてもお財布を落とした場合などは、役所や交番でお金を借りることができるという情報がありました。なので荷物やポッケを調べられてもいいように、財布をパンツの中に隠して交番に行きました。交番について、すみません、帰りたいんですけど財布を落としてしまったので、お金を貸してくれませんかと聞くと、静岡県、その市にはどうやらその制度がないらしく、貸してくれませんでした。それどころか、テディベアの頭がはみ出したリュックを見て、荷物検査までされました。怪しいものはもう入ってないので、特に何もありませんでしたが、役所に行けばもらえるだろうと教えてくれて、役所の方にも連絡をしてくれました。警官さん、ありがとうございました。役所について窓口の人に話すと、どうやら役所で出せるお金は、隣の市の駅までのお金しか出せない、との話でした。だから隣の市の役所で同じ話をしてお金をもらって、というのを繰り返す必要がありました。家まで帰るとなると何回それを繰り返さないといけないのか。そうしてるうちに終電の時間もなくなって、とんでもない時間がかかるのでは。と思い、また途方に暮れながらも市役所を転々としました。結局やったのかよ。知らない土地だと人間活力出るもんなんだな。こういうの見ると真似したくなるけど真似できないジレンマ。改めて考えると、わざわざ死ぬのってアホらしいしな。いやでも100年以内には勝手に死ねるんだし。市役所を転々としているうちに、その繰り返しが面倒くさくなってしまい、そのまま JR を乗り継いで家の最寄りまで乗っていきました。ですが200円程度の切符では当然改札なんて通れるわけがないので、切符を入れた財布をなくしたことにして、再度財布をパンツの中に突っ込みました。駅員さんに切符を落としてしまったので切符がありません。というと、始発から乗ってきた料金の2倍払ってくださいと言われました。財布も落としてしまったと伝えました。この時、初めてこういうことをして、緊張と恐怖で僕半泣きで、駅員さんがくどくど説教をしてくれた後に通してくれました。
もうちょいで家に着きそうだな。申し訳ない気持ちと罪悪感に苛まれながらも、なんとか家にたどり着き、3日ぶりのシャワーを浴びて布団に寝転んだ時、普段当たり前だと思っている生活のありがたさに気づくことができました。空腹がすごかったですが、とりあえずその日は疲れていたため、気を失うように眠りにつきました。翌日、この数日をなかったことにして、家族の中で一番仲のいい姉に頼ってみようかな。と考えていると、家のチャイムが鳴りました。仕事を無断欠勤した時のことを思い出し、体がこわばりましたが、恐る開けてみると、そこにいたのは姉でした。本当に奇跡的なタイミングでびっくりしました。虫の知らせじゃないですが、そんな感じなのかなって思いました。まさかのタイミングで。急に訪れてきたので驚いていると姉が、ここ最近元気ないみたいだし、最近心配だったから驚かせようと思って来てみた。と優しく接してくれて、また涙が溢れました。姉は僕が泣き止むまで静かにそばにいてくれました。その後ご飯に連れて行ってくれて、お金まで貸してくれて、僕ができそうなバイトも一緒に探してくれました。おかげでなんとか少しずつ生活を取り戻していくことができました。いい姉さんを持ったな。俺の姉は頭良いけど性格強いからな。その後はフリーターのままは嫌なので就職をしたいと考え、前の職場の上司たちが嫌な人ばかりでそんな風になるのではなく、誰かのためになる仕事がしたいと思って自衛隊に入隊しました。自衛隊は辛いイメージとかあると思ってたんですけど、前の会社が新人教育がなかったせいか、怒りながらでも何度でも教えてくれる自衛隊が働きやすくて、今ではすっかり定着しました。すげえ。よう自衛隊になれたな。俺はやる前からチキるわ。こうして今元気に生きているのは、その時好きだったアニメがあったからなのかなと思っています。きっとそのアニメが好きじゃなかったら、唐突に静岡に行くことはなかったですし、無気力のままどこかで多品でしまったのではないかと思います。おかげで今もずっとそのアニメが大好きです。また、姉にもずっと感謝しています。この出来事を姉に話すことはできませんが、これからも恩を返していきたいです。おつ、自衛隊で働きやすいって前のとこはほんまにクソ会社やったんやな。よう耐えたよ。よく上司がミスを僕のせいにするので、自分がやった箇所をちゃんとメモして、丁寧にミスしないように作業するようにしていました。ある日、仕事終わりの時間前くらいに僕と上司の二人で行った現場からクレームが来て、上司が担当した箇所の不具合にもかかわらず、いつものように僕のせいにしたので、メモを取り出して、その箇所は上司がやりましたって伝えたら、ミス怒られたくないからってでっち上げるなよ。ってバカにされて怒られて完全に心折れました。自転車は見捨てたのか？自転車は静岡に捨てました。ちなみに出身はどこという設定なの？出身は東京ですね。もし質問とかあれば答えます。年齢は？当時は18です。3月。面白い、いい話だよ。市役所に借りてたお金は返したの？お金は返さなくていいと言われました。なるほど、自転車捨てたのは胸が痛むな。俺は埼玉県民だ。俺らを守るために頑張ってくれてる貴殿に敬意を表す。年も多分近いしな。皆さんの力になれるよう努力しますね。画質からしてガラケーだよな。結構前の話っぽい。スマホだったんですけど、壊れかけてて画質がめちゃめちゃ悪くなってました。箱根で同じ神奈川県内から来てるだけで驚かれたの？確かに言われてみればなんで驚いてたのか不思議ですね。旅の途中でややこしいバス停見つけたので、それも置いておきます。アニメでもゲームでもドラマでも、ハマれるものがあるとやっぱり支えになる。俺の場合は主にエロゲだが、生きる気力みたいなものにはなってるよ。一致のスマイルもらえんかな？ちなみに例のテディベアはこれです。当時撮ったやつです。なんだこの見るだけでほっこりするようなテディベアは。はみ出しすぎ、これは怪しまれる。持ってるカバンでこれが一番大きかったので。でもこのテディベアだけは死ぬまでずっと一緒にいたいと思っていたので、持っていかないわけにもいきませんでした。発着地が神奈川県内なら、片道は60キロくらいでいいの？横浜寄りに住んでたので、結構端の方からのスタートでした。すると海沿いをずっと走っていった感じ？ Google マップで示された道を行ったので、どんなルートか忘れましたが、海沿いも通った覚えがあります。当時の写真が他にもあったので10日。これは箱根峠降りた先の道で、霧が濃かったです。こんなとこ自転車とか引っ掛けそうだわ。結構怖かったのでゆっくり走ってました。自衛隊でやりがいとか感じる？いつ戦いが起きても守れるように。って思うと普段から頑張れます。俺もしてみようかな。行き詰まった時は何か新鮮なことをするのはいいかもしれません。でも無茶はダメです。自衛隊では尊敬できる上司や仲間いる？尊敬する上司は何人もいますし、仲のいい同期もいます。
特別感だとかやりがいだとか使命だとか、そういった言葉で包んでやるだけで自分から死地に飛び込むから人間って不思議だよね。憧れや目標に向かって進むのは誰にでもあります。その先がたまたま死地になり得るだけです。このテディと同じ子がうちにもいるな。どうか幸せになれよ。鳥間一致、お通夜で、ありがとな。こちらこそ呼んでくれてありがとうございました。一致お疲れ様。俺チャリで心霊スポットへ来て寒中水へ試みる。岐阜県恵那市にある旧木の実トンネルってところがあるんだけど、そこ水溜まってて池みたいになってる。そこに泳ぎに行きます。写真は1年前行った時のやつ。誰と行くの？一人だよ。みんな予定入って行けなくなっちまった。もともと友達と伊勢神トンネル行くつもりだったけど、誰も行けなくなったから一人で木の実トンネル突しますわ。今回の装備はこちら。これで木の実トンネルと戦っていきます。明日の朝4時に出発するぜ、ちなチャリな。一人で大丈夫かな？本当にそれなんだよ。しかも去年行った時は旧道がかなり崩落してた。崖になってたり木が倒れてたり危なすぎ。おまけに熊出ます。鈴は持ったけど不安しかねえ。熊は鉢合わせたら、鳥豆合わせて動かなければ大丈夫。意外と臆病だからさ。あと虫除け持ってけ。しかもトンネル付近は県外。友達に20時まで連絡なかったら、救助要請だのしてもらうつもりです。多分大丈夫だろうけど。今行けよ。チャリなんで夜は危なすぎるんよ。めっちゃ山道だし。ちなみに写真以外にも水着と着替えはあるよ。やん頑張れ。トンネルの写真これね。1年前行った時のやつ。こん時は水が溜まってるなんて知らなかったから、粒濡れで通ったんだよ。時間的にもそこ通らないと帰れなかったし。下道戻るには時間がかかりすぎてバスの時間に間に合わなかった。そん時は友達と4人。こんなとこ行ったんか。ジャブジャブに水がある。ネットにも情報はあったけどせいぜい濡れてるところがあるよくらいだった。画像も見たけど普通に靴でも行けそうだったけど、一応ってことでみんな長靴持ってった。結果太ももの半分くらいまで水あって無意味。とりあえず今日は明日の予定書いて寝ますわ。予定、朝4時に家を出る。チャリで走りまくって朝の6時くらいになったら適当にコンビニで飯食う。途中にすき家があるからせっかくなんでお昼ご飯に牛丼購入。険しい旧道を抜けて木の実トンネル到着。まず牛丼を食う。寒中水泳。帰る。途中に温泉寄る。って感じです。ちなみに往復130キロくらいかなチャリ。霊とかよりも足場とか動物のが危なそうやな。危機に陥っても人おらんやろうし。一度行ったとはいえ1年前だし、それから大雨や台風もあったから割とガチで危険かも。真面目に注意していきますわ。ご心配ありがとう。新スポで寒中水泳しようと思った経緯はこうです。夏休み友達と予定してた海水浴。友達コロナで行けなくなる。今年は海や川で泳げなかった。友達のインスタ見る。川遊び楽しそう。3週間くらい前。泳ぎに行きたい。心霊スポットも行きたい。そうだ、心霊スポットで寒中水泳しよう。とりあえず寝ます。3時半くらいに起きるつもり。旅の記録投下してきますね。おやすみ。楽しみにしてますね。どういうことや？ 1 年前に行ったのとは別でこれからまた行くんか？わかりにくくてすまん。1年前に行ったところ同じやで。ただ今回はチャリで行く。前回は電車とバス乗り継いで行った。一人なんすか？心霊スポットに寒中水泳しに行く一人旅ですよ。絶対起きたるで。今度こそおやすみな。頑張れー。ワクワク感伝わるすれ。起きたでー。よかった起きれた。軽く準備してくる。今回の旅の相棒、アヒルさんやで。待って寒すぎやろ。12度。布団から出たくねえ。でも俺は泳ぐと決めたんだ。行くぜ。行ってらっしゃいませせせ。よっしゃ、出発や。これが今回の愛車。ポニーヘブミー号、だ。今宵も月が、綺麗やな。さあ、出発や。やばいガチ寒い。そしてちゃんとオフラインマップ保存したで、これで安心や。ちょっと明るくなってきた。まだまだ先は長いでー。途中一回落ちたアクエリとツーショット。トキーオンモールってとこの近くまで来た。近いやつ一緒に来てもええんやで。ガチで行っててくさ。もちろんガチやで。南海巻のみトンネルじゃないけどエモいトンネルあった。やん。何これ面白そうなスレ。なんかすごいでかい高い橋あったわ。綺麗。それ稲京大橋とちゃう？名所の。稲京大橋ではないで、山奥のトンネルや。
近くにようやくファミマ見つけたから朝ごはんにするで、おすすめあったら教えてほしいんを。カービィのロールケーキ、うまかったよ。あったら食べるで、今ファミマ着いたわ。なかったわ。残念。これより河川敷で食います。昼出るかもしれんしライター買っときな。吸われたら炙って落とすんやで。せやな。昼対策もせなあかんわ。一応長ズボンやけども。塩でも落ちるよ。マジ？塩買うわ。朝ごはんを食べに川に来たで。ちなみにチャリにつけるアヒルちゃんはしっかり持っていかんとヘルメットとかパクれるから気をつけんといかん。一致のアヒル欲しいんやが。アヒルちゃんどうぞ。チャリとかバイクにつけれるんやで。他にも種類あるし自分好みのやつ選んでみてくれ。サンクス、ワイのアメリカンにつけるわ。アヒルちゃん仲間増えて嬉しいわ。本日の朝ごはんや。飯テロ、ちょっと買いすぎたわ。いいなぁ、お外で食べるおにぎり美味しそう。中学の遠足以来に外でおにぎり食べたけどめっちゃ美味しい。寒いとかいう感情なくなりそうなくらい美味しい。今履いてるのこれなんだけど行くまでに昼襲われんかな？ごちそうさまでした。こいつとこいつは非常食に持ってくで。腹パンパンやけど再出発や。ファイトてか寒い。寒い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 。冷たい飲み物にすんじゃなかったわ。これから寒中水泳なんだ。今寒いって嘆いてたら言ってたら凍え死ぬぞ。ファイト。ハラハラさんや。頑張るで。支援。好きやついたで。これより昼飯の牛丼を購入します。メガ盛り以外は許さんで。すまんな。俺も本当はメガ盛りが良かったんやが、リュックに入りそうになかったから特盛りにしたで。昼まで持ってくれ。とりあえず心霊スポット着いたら警察に予告しておく。廃墟とかやなくて立ち入り禁止じゃないトンネルやで。まあ廃墟もよく行っとったんやが。牛丼ギリ入ったわ。よっしゃ、行くぜ。股間と腰が痛え。体力的には余裕ある。ちょっと休憩。あと20キロくらいかな。股間痛い成人、仲間や。さっきからずっと山道登り坂や。さすがにちょっと疲れたわ。山の頂上来た。トイレと自販機あって助かったわ。なんかすごいとこ来たわ。これは彼女と来たいな。彼女作ることからやね。いるよ。だけどここ来るなら車がバイクしかないわ。俺でもきついわ。足つっちまった。水分不足や。よし水分確保や。あと10キロで弓道まで行けるんを。武道館から応援してるぜ。マルルナさんや。てかやばいわ。1時間くらい前からサドルがガコガコずれるようになっちまってめっちゃペースダウンやで。スパナ持ってこればよかったで。ここらへんど田舎だからお店もないしどうしよう。うおー。チャリ直った。ガソスタのおっちゃんが直してくれたで。マジ助かりましたありがとうございます。指川よ。おっしゃいは村町着いたー。これより林道に入って弓道を目指していくで。電波悪くなるかもだけどすまんね。この時期は気持ちよさそう。寝不足でこんな活動してると普通に不安やわ。水分補給こまめにな。ちょっとでも無理。って思ったら遠慮なく119番するんやぞ。ありがとう。ペットボトル3本持ってます。汚ねえ水で泳ぐなや、病気になるぞ。トンネルの水は湧き水だから綺麗だよ。まあさすがに飲んだりしたらヤバそうではあるな。部活しながら無事を祈るぜ。弓道着いたで。写真載せたいんだけど電波1本で載せられねえ。この時載せれなかったけどこれが弓道の入り口やで。ここからは分だけで頑張るで。それもいつまで持つかはわからん。写真は後で載せる。楽しみにしとけよ。頑張こっからはガチで行くぜ。おお、繋がった。ここ奇跡的に繋がる。今最難関抜けました。このレスから3時間後。ただいまです。無事帰還しました。まずこれやばすぎ。1年前よりだいぶやばくなってましたわ。ここ道なんかやばいやんけ。本題のトンネルがこちらやで。ドカンやんけ。なんか奥の方が神秘的ですやん。不思議な場所だね。牛丼うまうま。今、一致泳いでるんか？泳ぐぞー。って思ったら水がめっちゃ減っててそんなに泳げない。だが約束は約束。ちゃんと泳ぐんやで。泳ごうと思って服脱ぐも寒すぎ。トンネルって風がめっちゃ通るんやな。投資するんやで。泳ぐのにためらってずっと硬直してたけど、決死の覚悟で泳いだったわ。これが寒中水泳やー。草。水たまりめっちゃ浅くて草。おもろい。そりゃ泳ぐのためらうわ。牛丼も食ったし水泳したし片付けて帰るで。おつー。水浅かったな。帰るまでが遠足やからな。
なんなんだよこの道。来た時にはなかったぞ。道間違えた？坂きつすぎだろ。6時や。どこにおっても土曜の6時は教育アニメを見るんやで。坂越えたわ。辛すんぎ。爆速で帰宅するで。一致です。今帰りました。足が、やばいわ。体力的には問題なし。足がつる。お帰り、そこら辺の草食ってきたら面白かったのに。草。やばそうなとこやな。無事家に帰れたし、貼らなかった写真貼ってくで。これ土砂崩れで道路半分なくなっとるで。落ちたらマジで死ぬわ。ここからはチャリとか車では来れんな。お疲れ。みんなありがとう。また新スポで頭おかしいことするとき忘れたてるで。疲れた足が痛いわ。おつ、今日はゆっくりするんやで。おつです。懐かしいノリやな。なエッチオツ。会社休んで18切符で電車乗ってるけど。あのコピペみたいになんか楽しめないんだが、仕事のことが心配になっちゃう。どのコピペだよ。なんか反対側の電車に乗って海に行けみたいなやつ。もし仕事に行きたくなくなったら、そのまま反対の電車に乗って、海を見に行くといいよ。海辺の酒屋でビールとピーナッツ買って、海岸に座って日に当たりながら飲むといいよ。ビールがなくなったら、そのまま仰向けに寝転んで、流れる雲をずっと眺めるといいよ。そんな穏やかな時間が君を待ってるのに、何も無理して仕事になんか行く必要ないよ。青春18切符とか学生かニートが使うもんだろ。お盆暇だったから3日間使って2日分余ってるんだよ。もったいないじゃん。どこに行ってるんだ？福岡から広島、時間ミスってめっちゃ混んでた。いいルートだね。あの辺りの車窓も好きだ。下関とかまではつまんない。これのイメージは横浜から東京へ出勤している奴が、下りに飛び乗って根府川で降りたって感じだな。ニート僕、ためらわず家のベッドで惰性を謳歌する。関門の車両はいつ新しくなるんじゃろ。俺も今18切符使って広島から下関に行ってるよ。もしかしたらすれ違うかもね。いいね、逆か。まあまだ広島駅だけど、仙台から18切符で旅してるから山陽の海岸の車窓が楽しみだよ。すげえなおい。うぷしてよ。813系だ。おいプロかよ、そうなの？いつもの電車だよ。赤いやつでしょ。座席めちゃ減ったの残念すぎる。これで広島駅ってわかるかな？広島もすっかりレッドウィングばかりになっちゃった。そうなの？俺あんま鉄道わからないけど、仙台から旅して6日間経つよ。2枚買ったのかな？青春18切符は1枚で5回分、1回あたりの有効期間は乗車当日限りである。よって1人で使うのであれば、1枚イコール5日分、ということになる。3枚買った、9月10日までギリギリ使うよ。時間あるの羨ましいな。1ヶ月とか休めたら日本一周とかしてみたいわ。まあね、まあ俺学生だからね。そうだったのか、若いうちに色々行きたかったわ。なら小倉で1本ずらしてうどん食おう。さすがに唐戸市場行くには時間足りないだろうし。美味しいの？もうすぐ小倉だわ。小倉駅、7、8番乗り場の立ち食いうどんは有名だぞ。そうなんだ、人少なかったら食べようかな。ちょうど8番乗り場に着くだろうからいいな。ホーム門司港側、銭湯側、にあるよ。JR3 日間乗り放題はどう？そんなのもあるの？九州乗り放題みたいなのはあったけど。今どこら辺にいるの？赤間っていう駅。快速門司港行きか、小倉で下関行きに乗り換えか？またプロかよ早いな。まだ九州か。九州脱出は10時ちょい前くらいよ。小倉駅の柏うどん食いてー。出勤時間帯に乗っても明らかに出勤中のおっさんがちらついて没入できない。わかるわスカスカだったらゆっくり行けるけどおっさんが気になるよな。それと学生が騒いでるのもちょっときつい。電車乗った。座席座れなかったよ。通勤時間から少しずらしたつもりだったんだ。広島かは多いよね。まだ早いくらいなのか。そっちはそっちですれ立ててくれよ。遊びに行くから。確かに。一致に悪かったね。すれは立てないけど自粛します。じゃあこのまま実況してよ。全然いいよ。クソすれ立てたつもりだからどんどん使ってほしい。じゃあ邪魔にならないようにやるよ。どこでスライドするか楽しみだね。この二人ちょうど新山口ですれ違うどころか、お互い停車時間あるから会えるのでは。マジで？なんでそんな瞬時に計算できるの？プログラマーか何か？手元に時刻表あるから現在地から推測しただけ。セオリー通りの経路行かなかったらわからん。座席取れた。これ。ここで二人が入れ替われば犯行は可能です。確かに新山口で待ち時間あるんだよな。下関で待ち時間結構あるけどなんかするの？飯食ってないからこの時間でなんか食うわ。予想通りだ。ぜひ新山口で握手してほしい。
海側の座席取れた。下関行ったら関門トンネル通りたいな。あそこ歩けるんだよな。車では通ったことあるけど、歩きではないわ。廿日市通過。もうちょいで宮島か、見えるかな。中国地方って郊外でも意外とビル多いな。これ宮島？宮島だと思う。宮島にも18切符で渡れるんだよな。平日だから行ってみようかな。だな、いい景色だな。岩国で駅弁売ってるかな。瀬戸内海見ながら駅弁食べたい。岩国乗り換え1分じゃね。確かに。今朝買った夜間の麦茶で乗り切るか。新山口まで時間なさそうだな。新山口ならセブンあったはず。岩国はまあまあ大きい駅だったよ。駅弁あったかな。そういえば昨日宮島フェリー、18切符で乗れなくなる記事見たな。訪問税切符を払わないといけなくなるだけらしい。運賃は18切符で問題なさそう。なるほどありがとう。小倉着いた。おつおつ、柏うどん食べるのだ。一瞬どこかわからんかったぞ。きたー、食べたい。うまそう。うまそう。宮島の穴子飯もうまいんだよな。食べたい。うどんうまいし安いな。安くてうまいんよ。博多より小倉の方がうまい。鳥栖もうまい。どこに住んでるの？群馬だよ。たまに俺もこうやってすれ立てて、いつも見てもらってるから今日は見る側。群馬か。群馬のカルタに結構興味あるよ。残念ながら育ちは九州だからカルタ知らないのよ。だから九州の電車詳しいからこのスレは見てて楽しい。なるほど。曇りなのが残念。ようスレだな。俺も旅に出たいな。3連休とかあるとゆっくりできるよ。行ってみよう。うどんうまかったぞ。ありがとう。久留米のうどんも美味しいよ。急いで食って下関行き乗ったけど、どうせ下関で町だからゆっくりすればよかった。下関駅規模の割に改札内にセブン1軒しかないし、改札出てもスーパーと駅ビルだからな。なんか物足りない。下関駅の周り普通だよな。なんか。文字ついたか？車内が暗くなるイベント見逃すなよ。エスパーかよ。たった今停電したわ。さすがにジャストタイミングは予想外。岩国着いた。早く乗り換えろ。次は車両何かな？ワクワク。乗り換えた。駅名が書いてある看板あったけどさすがに無理だった。あったけど、撮りたかったけど、こういう旅はその時に良さを感じられるものではないかもしれない。時間が必要なのさ。ごめんこれでわかる？まあ黄色いあいつだよね。そう。なんだこの畑は。ハスに似てる。ハスじゃないの？やっぱハスか。なんかすげえ。田んぼレンコン畑じゃないのか。レンコン。九州の民はそろそろ関門トンネルかな。電波入らないから次見るときは下関か。今入った。エスパーお疲れ様。帝国通りの鉄道だからこそ予想できてるだけ。曇ってるのが残念だが、やっぱ瀬戸内海見ると落ち着くわ。晴れてたらもっと景色良かったろうにね。残念。海や海や。弱冷房、暑いな。関門海峡に入るタイミングも完璧だった。鉄道すげえな。下関着いた。ちょっと食後の散歩するかな。発車まで30分くらい。始発だから多分早めに乗れる。10時25分に次の小倉から来るやつが到着するから、それより前に乗れば席いいとこ取れると思う。ありがとう。助かる。写真ウプすることしかできないけど若干晴れてきた。ウプが嬉しい。やっぱ山陽線はいいな。仙台からいろんな路線乗ってきたけどこの路線が一番いいね。すごい綺麗。JR 神戸線の海沿いも良かっただろ。海沿いいいよな。こっから楽しみだわ。自分が電車乗ってる間は大丈夫なんだが、他人が電車乗ってるのを見ると腹減るのなんだろうか。今はどこ行ってもスマホの電波届くもんな。と田舎駅で降りたら電波も届かずとか、そういう下界と強制的に遮断される環境がないのは便利ではあるが。お散歩終了。電車来たから乗ったけど、平日だからガラガラだな。あと1時間半ぐらいで同じ駅に着くのかな。11時41分新山口に着くのでここですれ違うのかな。新山口で降りる？休憩すると思う。なら降りようかな。というかこっから岩国まで3時間51分とかなってるんだが、耐えれるか不安だわ。今度は田舎道、こういうのも好き。なんか食べ物買いたいし。ゆっくり行こうぜ。ゆっくり行きます。名店で電車旅楽しそうだなと思ったけど、一致は酒を飲まないのだな。田舎の電車のいいところは人が少ないから、存分に匂いの強いものを食えるところだぞ。俺は毎日飲むぞ。飲まない奴は別人か失敬。新山口でオフいいな。新山口はガチでなんもないから覚悟しろよ。新下関まで行った方がいいと助言する。それか湯田温泉か宇部新川まで行け。宇部新川は飲み屋街だから酒を飲まない一致には微妙かもだが。新山口まで特に進展ない感じか。いいなぁ、たまには何もかも放り投げて旅したいなぁ。新山口でも何もないんよな。握手まだ？まだついてないよ。
新山口でお互い20分強時間あるな。すげえな、ほぼ同時着か、街も同じ。あと何分後？ 10 分ぐらいかな。もうちょっとだ。あと9分くらいでクロスする。セクロスですね、わかります。平和だなこのスレ。だがそれがいい。今来た、なんか面白いスレだな。電車旅、新山口で、セクロス。旅実況だけでも十分楽しいのに、同時進行でクロスするとか斬新すぎる。え？ホモ？ホモではないよ。ならよかった。よっしゃホモスレやんけ。遅延なく進んでそうでよかった。ロングランだから遅延吸収のための新山口での時間調整だろうな。次は新山口です。なんかスレ見てるこっちがドキドキするな。俺もオフ、初めてだからドキドキする。次は新山口のアナウンス来た。いよいよ川久手か。二人いる？同じ区間を逆方向な感じ？俺高校生だよ。高校今日からじゃないの？正確には高専。後輩じゃん、俺も高専卒。まさかの高校生か、ようやっとる。黄色い電車見えた。うぷ。高専って夏休み大学みたいに長かったっけ？長いよ。着いた。さあ、握手シーンをウプするのだ。全然前世から僕は。なんかそれっぽい人いる。ほぼ隣にいるだろこれ。ハゲてる？ハゲてない。今トイレ入った？メガネかけてる？完全にバレた。おっさんだから勘弁してください。九州の民どこ行った？はよはよ。今どんな状況なの？高先生とおっさんの開口か。あったよ、写真撮った。来たー。バレて逃げてたら追っかけてこられた、高青年でした。来たー。素晴らしい。おう、これの高校生目線バージョンも見たい。ついに、わろた。今更逃亡はろた。毛深いなおっさん。こっから二人で安価行動しろ。全米が泣いた。優しくていい人だったよ。おっさんだけど毛深くてシャイなんだよ。この後どうすんの？二人で飯でも食えばいいのに。二人とも18切符で移動してるくらいだから時間あるだろ。ちょっとうんこしたくてトイレ行ったけど人多かった。まさかうんこしたてで。並んでたから我慢してやんないで出た。わろた、漏らすなよ。もう挨拶して、おのおの電車乗っちゃった。そのまま続行か、おつおつ。今時の高校生はしっかりしてるなぁ。礼儀正しかったよ。ありがとうございます。こっから下関まで山多いけどゆっくり行ってね。この後どうすんだ？ホテルか？暇つぶしに立てたクソスレだったのに、いい思い出になったわ。会社休んで正解だな。おう？さらなる思い出を作ろうか。ネットで会った人とリアルで初めて会ったから、俺もいい思い出になったよ。くそ、なぜ俺は群馬なんかにいるんだ。いつもの群馬かよ。今日はいつもと逆の立場。この人有名なの。多分 VIP で一番有名な18キッパー。クソわろた。おっさんけそれや。こんなことになるって分かってたら沿ってたのに。合流できたのねよかった。これは要すれ。でも田舎で途中下車して合流ってなると、結構次の電車待つけど大丈夫だったのか。お互い運よく次の電車、20分後だったから大丈夫だったよ。待ち時間に握手じゃないかな。入れ替わってる。路線が入れ替わった。たまたま二人が同じ区間を逆方向に乗っててこのスレで出会うなんていいね。インターネットと18切符のいいところが一緒に見れた気がするよ。君の名はでこんなシーンあったな。鉄道一人旅でも新越本線かどこかで吉川と六角さんが出会うシーンあったな。まああれはやらせだろうけど。この後それぞれどこに行くか。終わりかな？おのおの気をつけて楽しんで。あれ？せっかく盛り上がってたのにもう終わり？さっきがピークかもだけどどっか行ってるなら続けてほしいけど。急に終わってしまった悲しみ。涼しい。これ玉モノレールだろう。ありそのもう過ぎたかな。お昼食べへんの？今食べてるのかな？お、楽しそうなことしてる。岩国で飲みまくってるわ。気持ちいい。いいね、うぷ。良いなぁ。チキン南蛮。うまそう。美味しかったよ。キング軒の汁なし担々麺。オーキング犬、スパイス通販するくらい好き、家に常備してる。美味しいよね。これ食いに来たようなもんだわ。うまそう。君は一致なの？一致だよ。ちゃんとライス投入したんだろうな。って、今は何してる？東横インのベッドでテレビ見ながらぼーっとしてる。飲み物買いに行こうかな。結局広島のホテルに泊まったの？飲み行けば？腹いっぱい。俺は下関のホテルに泊まったけど、広島にいるよ。下関で泊まってるのね。昨日広島いた時はみっちゃんってとこでお好み焼き食べた。みっちゃんうまいよな。れいちゃんと電光石火も美味しかった。明日お好み焼き食べて帰ろかな。美味しかったよ。次広島来る時はそこ行こうかね。駅弁の武蔵おすすめ。武蔵。どこの駅弁だい？広島駅。おむすびか、テーブルなくても食べられそう。
明日は下関から山陰地方に向かう。頑張れ、お盆に行ったけど電車少なかったよ。頑張るよ、明日は同じ路線で福岡に帰るの？帰るよ、ゆっくり旅を楽しんで。楽しみます。何しに来るんだ？余部橋梁とか見たいなって思って。あと日本海の車窓かな。まあ明日は増田ってとこまでしか行かないから、適当に途中下車して楽しむよ。クロスした二人か？広島まで行ったのなら、瀬野からスカイレールに乗ってみろよ。来年4月で廃止だよ。お盆に増田とかを歌ったな。結構楽しかったよ。まだあったのか、おつおつ。寝るかな、楽しかったよ。すれ違った高校生も群馬もみんなもありがとね。おやすみ。